皆さんこんにちは、のらんです。これちょっとね、ツイッターで見かけてはいたんですけど、この前見つけました。セリアで売ってたんですよ。これよく駅とかでね、見かけるやつですよね。駅じゃなくてもスーパーとかでもあるのかな。分別ゴミのゴミ捨て場のやつですよね。で、これがね、セリアなので当たり前ですけど、100円だったんですよね。ちゃんとね、12分の1スケールってわざわざスケールまで書いてあっても完全にドール向けですよね。だからちょうど、キャンディールルちゃんとかね、このぐらいのサイズ感ですよね、まさに。確かに12分の1スケールだと思いますけれども、もうほんとセリアはね、最近ドールに寄った感じのね、商品展開が多いんですけれども、そんなわけでよくセリア行くんですよ、私。で、前回もね、購入品紹介の中で、100均のものはあったんですけど、ちょっとまたセリアにそんなわけでね、行ってきたんですが、今回はちょっとセリアだからというわけではないんですけれども、ちょっと購入をしてきたものもあるので、ご紹介をしつつ、ちょっとチャレンジを今回はしてみようかなと思っています。まずは、そもそも買ってきたものですけど、こちらですね。カットクロス。久々にね、買ってきました、カットクロス。最近はもうほんと手芸店で普通に布を買うようになってきたので、もう100均の布でドール服を作るってことがほぼなくなってたんですけど、久々に買ってきました。ちなみに、これ岐阜で販売されてますね。こういうのってちゃんと全国に売ってるんですかね、ほんと。同じ柄が。ちょっとわかんないですけど、和柄っぽい柄ですよね。一応綿 100% なんですけど、多分この金ピカのね、塗装というか印刷をしてるので、ちょっとごわついた感じの印象の布です。正直今回布はね、何でも良かったんです。せっかくなら普段あんま買わないタイプの布がいいかなって思って、ちょっとこれにしてみました。で、なんでカットクロスを買ってきたかというと、こちらです。初めてのドールコーディネートレシピですね。もうこれはまさにタイトル通りですけど、初めてドール服を作りたいと思う人向けの本です。私も初めてドール服を作りたいと思った時に買った初めての型紙本がこちらでした。で、今奥付け見ると初版が2009年なので、もう10年以上前の本になります。もう結構ね、何回も第何版、私の持ってるので第19版なので、もうおそらく今市場に出てるのは20版超えてるんですかね。おそらく今でもちゃんと販売されているもう大ベストセラー本ですけれども、おそらくね、これからこれを買う方も多いと思うんですよ。で、そういう方が初めてドール服を作ろうと思ったら、まず何を買うって大型カットクロスだと私は思うんですよね。私がそうでした。あまり布でね、作る方もいると思うんですけれども、せっかくなのでね、100均で買えますし、カットクロスを買うという人は多いんじゃないかなと思います。で、今回、このドール服をまさにこの本からスタートして、約4年かな、これで。約4年ドール服をちまちま作ってきた私が、改めて初めてのドールコーディネートレシピの難易度が一番低いワンピースを100均のこのカットクロスで作ったらどのぐらいちゃんと作れるかチャレンジをちょっと腕試しをしてみたいなと思って買ってきました。このカットクロスをね。というのもあるんですけど、もう一つ実は目的があって、先ほども言ったようにこの本ってもう10年以上前の本なので、今販売されているドールの中にはこれにサイズ一覧として載ってないドールも結構数多くいるんですね。ちょうど一番こちらにいますけれども、
例えば、オビツだと24とか22。あと、ピコニーも P だったり、ちょっとここにはいないんですけど、ミディブライスもまだなのかな？わかんないです。少なくともこれにはね、載ってなかったです。ミディブライスのサイズ対応表はね。ということで、結構ね、載ってない道路も多いので、改めて掲載してない道路に着せると、どんな感じなのかなというのもちょっと気になったので、それの検証もね、兼ねて今回作ってみようかなと思います。ちなみに今回は、一切作り方を変えません。いつもなら、このやり方は得意じゃないから違う方法にしようとかやるんですけど、今回はあえてそのままいきます。なので、嫌なんですけど、後ろ止めがね、これ糸ループなんですよね。絶対私だったら変えるんですが、あえてちゃんと糸ループのままでやります。初心に戻ってね、やってみたいと思います。今回は初めてのドールコーディネートレシピからワンピースを作っていきたいと思います。はい、完成しました。完成しましたというか、ドール大集合なんですけれども、ちょっとざっくりとご紹介しますね。まずはミディブライス、ペプルケーキ&シュリンキングアリスちゃんですね。で、こちらがオビッツ22、ドールとしてはルルコちゃん、海水浴ルルコちゃんです。確か。で、次、オビッツ24の、バスト S ボディで、ドールがオビッツ制服計画の上村えりちゃんです。こちらがプチブライス。ちょっとカスタムしてるんですけれども、プチブライスのお名前忘れちゃった。テロップで出しときます。はい、プチブライスです。で、ピコニーも P ボディのキャンディルルちゃんに着てもらいました。で、ワンピースの方は3サイズ全部できました。まずこちらが L サイズだっけな。22センチサイズのワンピース。で、こちらが20センチサイズのワンピース。で、こちらが S サイズって書き方してあったかな。一応11センチサイズのワンピースです。もうすべてもう型紙通りに作って。で、今回はちゃんと糸ループで、ビーズでの、ホックというかね、留め方にしました。めっちゃ時間がここにかかりました。ワンピースを作るのは、まあやっぱりね、何度も作ってるのもあって、そんなに苦労はしなかったです。そうですね、その辺ちょっと順を追ってお話ししますね。まずね、私も実は最初に作った時に苦労したなってとこではあったんですけど、ここの襟ぐりの部分を裏地をね、見返しでつけるんですけれども、やっぱここがね、ちょっと初めてだとほんとよくわかんないのと、私もちょっと失敗したんですが、裏地がちょっとね、見えちゃったんですよね。で、これなんで見えちゃったかっていうと、これはレシピ通りにしなかったんですけど、接着芯を私使ったんですよ。なので、結果ちょっとね、うまく折れ曲げられなかったですね。本当は、メッシュのね、化線とかを使った方がいいのかなと思うんですけど、これが難しいのと、型紙上ここがね、スクエア型なんですよ。丸襟じゃなくて、四角襟で、ここがだからね、この角の部分が結構裏地がぐしゅっとなっちゃうので、丸襟の方が簡単なんじゃないかなと個人的には思うんですけど、縫いやすさはあるのかもしれないですけどね。そんなわけでね、このやっぱ襟の部分がちょっと難しいなと感じました。あとはそんなにですけど、一応初心者向けなのかなという感じはしました。こういうね、胸のとこのタグとかもないですし、ベーシックな形なのでね。ただやっぱね、この後ろの糸ループで作るこのビーズ留めがね、向き不向きだと思うんですけど、手縫いが苦手な方はもう 100% これしんどいと思います。
とはいえ、じゃあここどうするのが一番初心者の方にとって簡単なのかっていうと、確かに答えはないんですよね。マジックテープで留めようと思うと、どうしてもその分布をね、はみ出すか、もしくは逆にマジックテープをはみ出す形で留めるっていう手もあるので、そういう方法もあるんですけど、マジックテープもね、どうしても100均とかに売ってるのはすごく分厚いので、あれをつけちゃうとすごいごわついちゃうんですよね。じゃあ初めて作る人に薄手のマジックテープ用意しろって言ってもなかなか難しいので、結局やっぱこういうのになるのかなと思いつつ、めっちゃ大変でした。で、糸を私最初、多分100均で買ったと思います。家庭用手縫い糸の太口を使ったんですよね。ちょうどこの L サイズがそうなんですけど、このね、ビーズの方は良かったんですよ。こっちはね。ビーズの方は良かったんですけれども、この糸ループ側、こっちがちょっとやっぱね、太口だと糸が分厚くなりすぎたなっていうのと、ちょっと白は目立っちゃったので、茶色に変えました。なので、こっちを最初使ってたんですけど、こっちのだるま家庭糸の細口に変えたら、これならいいかなという感じになったので、ちょっと糸チョイスはね、気をつけた方がいいかなというふうに思います。で、ちょっとビーズも手持ちのがこれしかなかったので、若干これには大きかったので、1個だけ、上だけ留める形にしました。はい。ではね、ちょっと早速、着替えをしていきたいんですけど、まず、この S サイズがもう作ってる途中から分かったんですが、もう絶対入らないなって思って、ピコニモ P には。もうこれ完全にね、プチブライス専用と言ってもいいと思います。じゃあオビツなら入るのかとか、例えばネンドロイドドールなら入るのかというと、絶対どれも、もうこの手首じゃないな。肩の部分のこのね、手の通る道もめっちゃ細いので、もうこれはね、完全にプチブライス専用だと思います。ということで、プチブライスのこの子にね、ちょっと一回お着替えをしてみたいと思います。はい。着せ替えが終わりました。こんな感じですね。やっぱプチブライス用ですね、完全に。逆に言えばね、プチブライス用としてはまさにジャストサイズだと思います。後ろもね、これはさすがにビーズの糸ループが一番いいと思います。マジックテープはちょっとね、これはちょっとボリューム的にしんどいので、すごく綺麗に収まってますね。ぴったりですね。可愛くできました。今プチブライス持ってらっしゃる方はね、なかなかいないのかもしれないですけど、もしね、プチブライスのお洋服作りたいということであればね、この型紙がまさにジャストサイズで一番おそらくワンピースなら簡単なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっとね、ピコニーモ P には着せられないという感じですね。はい。では、次ですね。次は、この20センチドールサイズのこちら。おそらく大丈夫です。なんでかっていうと、そもそも私が最初にお迎えしたのがミディブライスで、最初に作ったのも多分このワンピースなので、多分大丈夫ですけど、一応、この子にね、お着替えさせてみたいと思います。はい。着せ替えしてみました。やっぱりミディブライスぴったりですね。丈感もちょうどいいと思います。かわいい。いいですね。こういう和柄のワンピースもね、ちょっとアクセント効いててかわいいなと思いますね。逆になので、ミディブライスでこの丈感なので、もちろんおでこちゃんとかベッツィちゃんとか大丈夫だと思うんですけれども、おそらくピュアニーモ XS とか、このオビツ22サイズだと、だいぶミニ丈になるかなというふうに思います。ミニでもね、可愛いですし、コーディネートとかによっては全然この丈感でいいかなと思うんですけれども、この背丈感の子に着せるなら、スカートもうちょっとね、長くするとかした方がいいかもしれないですよね。おそらく着ることはね、全然できると思います。結構ゆとりがあるので、なんなら22センチの子もギリギリ着れるんじゃないかなって思うぐらいのサイズ感ではあるんですけれども、そのまんま型紙使うなら、やっぱりこのぐらいのね、背丈感の子の方がぴったりなんじゃないかなという感じですね。さあ、じゃあ最後ですね。こちらのサイズ。
どうかな。ちょっとね、オビツ22には大きすぎる気がしますね。さっきも言ったように、やっぱりこの20に丈をちょっと長くするぐらいの方がいいと思います。逆になので24でちょうどいいかな。先になのでエイリちゃんにちょっと着せてみたいと思いますので、じゃあエイリちゃんにちょっと着てもらいますね。はい、着せてみました。やっぱ、オビツ24ですね。ちょうどいい感じだと思います。ボディのこの部分も24ならジャスト。むしろこれ S 胸なのでいいですけど、もっと大きいお胸だとちょっときついかもしれないですし、ハンドパーツは外して着せた方が着せやすいかなという感じはしたんですけれども、サイズ感はね、ちょうどいいと思います。初めてのシリーズですけれども、こうやって作ってみるとね、全然その初めてシリーズの型紙だからしょぼいかっていうとそんなことなくて、ちゃんと作ればすごく見栄えのするというかね、綺麗な感じに仕上がるなというところですね。可愛らしくできたんじゃないかなと思います。すごいこうやって揃うとまさに金髪三姉妹みたいな感じですけど、はい、こんな感じのね、サイズ感になりました。今回ね、この和柄の100均の布っていうところも若干チャレンジではあったんですけれども、こういうちょっと冒険した柄をね、使ってみれるのも、100均の布のいいところかなと思います。だけど、普通の布と比べてどうだったかっていうと、やっぱこういう、なんて言うんだろうな、表面のちょっとデコレーションをしちゃってる布の方が気持ちのいいにくさはあるので、やっぱり本当に初めて縫われる方は、ごくごくポピュラーな、布を使うのがいいのかなと。柔らかいけど張りがちゃんとある布を使うといいのかなというふうに思いました。久々にね、この初めてのをやるのもすごくそれはそれで新鮮でしたし、糸ループもね、久々にちょっと練習ができたので良かったかなというふうに思います。こういったちょっと昔に出た型紙本もね、今の子たちに着せるとどうかなっていうのは他の型紙本でもまたちょっとチャレンジをしてみたいなというふうに思います。今回は初めてのドールコーディネートレシピから基本のワンピースを3サイズ作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。